はい、ということでルームツアーです。もう見てもらっての通りすごい真っ白すっきりなもう僕好みのお家です。ということでですね、はい、こんなお部屋になっているのでもろもろルームツアーをさせていただくんですが、はい、お先にですねちょっと、例えばあっちにワンちゃんがいたりとか、で今回こちらのお家に住まわれているのは沖縄にお住まいのまこさんです。はい、ということでちょっと最初に自己紹介をしていただいた後にルームツアーという形で、はい、玄関とかキッチンもろもろをちょっと見させていただこうかなと思います。ちなみにまこさんは僕がインスタグラムを見ていて、この部屋めちゃくちゃいいなと思って僕からお声かけさせていただいたという感じです。はい、ということでじゃあまこさん自己紹介をよろしくお願いします。はい、渋さんの影響で憧れてミニマリストになりたいと思って、はい、僕の影響なんですか。はい、ミニマリスト目指し中のまこです。いやもうミニマリスト名乗れますよね。はい。で家からすぐ近くのところでカフェを経営してまして、小さいカフェを一人でやってます。で年は38で、旦那さんと、猫2匹犬1匹5人家族です。で実は今あそこにワンちゃんが通ったけど、ね、実はねあそこに猫ちゃんがいたりとか、はい、なんか普通犬とか猫を、3匹も飼ってたらもっとごちゃつくと思うんですよ、カゴとか、もろもろ。ただそれを一切感じさせないこの生活感のなさっていうのがもう本当に僕インスタグラム見た瞬間にこのお部屋来てみたいなと思ってお声かけさせてもらって、でこれマイホームですもんね。はい、去年、中古のマンションですね、を、購入してでフルリノベーションをした物件に今は住んでいます。すごい、こんなデザインできるんだみたいなマイホームならではのデザインっていうのがすごいあるので、もう僕も家作るんだったらこれくらい徹底的にやりたいなと思ったんで、ちょっとそういう意味でもすごい参考にさせていただきたいっていうので、じゃあ早速まこさんのお家をルームツアーさせていただきます。はい、よろしくお願いします。ちなみにワンちゃんのお名前はチャイって言います。チャイ。はい、男の子です。チャイくんです。チャイおいで。懐いてきた。かわいい。てかこの犬がこのインテリアとすごい真っ黒だからお二人揃ってそうなんです。ちなみにまこさんちょっと立ってもらっていいですか。さっき沖縄に来て、家まで歩く途中も2人とも黒ずくめだから髪型もなんか似てるしミニマリスト夫婦みたいなね、本当にペアルックかっていうくらいの。沖縄で歩いてるとすごい目立ちますね。目立ちますね。いないですよ、あんまりここまで。すごいこだわり強そうな2人。玄関キッチンとかもろもろルームツアーさせていただいて、でその後に改めて、ミニマリストになろうと思ったきっかけと、物を減らしてよかったことも聞いていくので、よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで玄関なんですけども、見てください。もう玄関入った瞬間からすごい気持ちいいんだよな。っていうのもそうだし、なんかこのスリッパ選び一つとってもなんかすごいシンプルこだわってるなっていう感じはしますしちなみにこの入った瞬間にこのガラスのドアで仕切られてるのも自分で注文した感じ。そうです。猫ちゃんとか、ワンちゃんの脱走防止柵っていうのを今までもずっと取り付けてきてて、こうパッと外に出てしまわないための、ここは壁じゃなくってなんかこう光も入ってくるようにしたいなと思って。そうなんかね、玄関入った瞬間からすごい開放感あるのはよかったです、そういうこだわりがあったんです。こちらですね、逆から見るとこんな感じなんですけども、先にちょっと玄関をここのこだわりとかあります？玄関はドアは変えられないって言われたので、もうそのまま既存のもの。一応この椅子がこれ椅子なんだ。はい、これ作ってもらって、一応取り外せるので、こっちでも使ったりできるんですね。じゃあスツールみたいに。そうですね、にもできる。でここで座って散歩から帰ってき
てワンちゃんのこの足をこうやって拭いたり、これ拭く用のものなんですけど、ちなみにスニーカーと、黒い四角は僕のカバンなので、普段ないという感じです。で、ここからですね、実はここ見ると隙間収納があって、ここに、これマキタですか？これ無印です。無印の、そうですね、掃除機。奥に靴、あれ入れて4足で旦那が3足だけです。じゃあ合計7足。夫婦2人で。そうですね。あとここにもろもろカバン系が。そうですね。これがワンコの散歩に使っているもの、家でトイレができない子なので、台風の日でも大雨の日でも散歩に行かないといけなくって、それ用のワンコ用のレインコート、奥のリュックは一応災害時にこれ災害用の、確かにそうですね、3匹分のフードっていう感じで、こっちに防災グッズとかもちゃんと逃げ道に置いてあったりとか、こっちに行くとですね、綺麗な水回りがあってこれは我が家と同じパナソニックのキューブルっていう、最小サイズのドラム式洗濯乾燥機ですね。そうですね。もうこれもギッチギチで、最初電気屋さんに、絶対入らないよって言われたんですけど、もうシンデレラフィットすごい、設計士さんが入るって言ってたんで入れてくださいって言って、電気屋さんもびっくりしてました。入ったみたいな。入ったってね。ちなみにこれなんか照明つけるとどんな感じですか？照明はこうですね。おしゃれな。タオルがあそこにあるだけで、なんか他どこに置いてるのかなと思って。これは足を拭くバスマット。バスマットにしてるタオル。確かにバスマットないなこの家。そうなんです。ないけど、てかフェイスタオルですよねこれ。これを広げてここにパッてやってるんですけど、結構ミニマリストの方でもなんかこうバスマット持ってないみたいな人は多くて、であともっと言うとバスタオルじゃなくてフェイスタオルで、本当はこの自分の体とかを全部拭いたタオルで最後足も拭いて、ここにポイって入れればこれもいらないんですけど、やっぱり私はそれがちょっと足裏やっぱりもうちょっとしっかり水分吸ってほしくってで他のタオルはこっちに入ってて、フェイスタオルが2枚ずつで4枚。フェイスタオル2枚ずつなんだ。じゃあだいぶ絞ってますね。そうですね。毎日回してるからっていうのあるんでしょうけど。そうですね。夫婦2人でフェイスタオル4枚と、奥のタオルはワンちゃんがお風呂に入った時用にバスタオルが1個だけワンコ用があって、あとちっちゃいタオル。ちなみに左側は何が入ってしまう？こっちは私のパジャマとなんかストック系。ちゃんとこれですね、ヒルロイロって言われるような同じようなやつです。ペパーリングイズ物質。で、私もすごい乾燥肌なので、ストックがいっぱいあります。いやでもなんか生活の動線が分かりやすくて、ここでお風呂洗って体拭いて、でここでパジャマを多分着るからここにパジャマが置いてあって、そうですね。いやマジ無駄がないこの空間。決して広くないんですよ正直。割とコンパクトなんですけど、やっぱり物が少ないので、すっきりして見えるっていうので。あと左は洗剤って感じか。そうですね、洗剤が入ってますっていう感じ。上はどういったものが入ってますか？私の下着系、旦那さんの下着系。下着もここにあるんだ。だってお風呂があって。そうなんですけど、いやなんかそれはそうですね。我が家も例えば水回りのところにドラム式洗濯機と、あともう我が家クローゼットが突っ張り棒で置いてあって、あれ最高ですね。そうですね、あれはこうできるんですよね。ですめっちゃいい。っていうので、我が家はあそこにオールシーズン全10着と下着も入れてるんですけど、いやここにまとまってるのがすごいなと思って、めっちゃコンパクトじゃないですか。でこれは洗濯ネットですね。だってこのちっちゃい手のひらサイズのカゴにね、夫婦2人の旦那さんもミニマリストなんですか？全然そんなことはないんですけど。いやだって多分一般ミニマリストじゃない男の人でもなかなかここにパジャマと下着って多分収まらないから、だいぶコンパクトですからね、見てもらっての通り。そうですね。すごい。で上の段には、ここはなんかすごい生活感あるんですけど。ここはでもドライヤーとなんかニベアとか。そうですね。化粧水とか基礎化粧品がめっちゃ少ないと思います。女性にしては。なんかあんまり得意じゃないので最小限にしてます。私これ
使う時、これがこだわりでこれを作っていただいたんですけど、ドライヤーって出してこの辺にコンセントがあるじゃないですか普通って。で出してコンセント挿して使って、終わったらコンセント抜いてコンセントまとめてしまうじゃないですか。あれがめっちゃ嫌いですごい面倒くさくて、でこの中にコンセントを作っていただいたんですね。なので引き出しの中にケーブルがこのままでめっちゃいい。これ羨ましい。こういうの、これはもう本当にマイホームならではというか実はこれ、僕今沖縄に来てるんですけど、この後僕エミール・ナキジンっていうミニマリストホテル泊まるんですよ。であそこもこんな感じでした。私、多分志保さんがそれをストーリーか何かで上げてたんですよ。もうそれをスクショして建築士さんに見せて、こうしてほしいって言ったんですよ。それがこれに、ただここにつけるってなると、なんかちょっと配線かな、なんかちょっとややこしくなるから、この壁につけちゃうのどうですかって言われて、なのでこのままで使って、使い終わったら、もうこれコードを抜いたり巻いたりってする手間もなく、このまま直してポイって。これが、私のこだわりポイント。こだわりだし、僕が紹介したあれがまさかここに生きてるっていうのはちょっと感動してます。同じ沖縄でね。ちなみにお風呂見てもよかったりします？普通ですけどミニマリストのお風呂大体なんもないんで。普通です。普通ですか？強いて突っ込むところがあるとすればここですかね。ここに全部まとまってますってすごいすっきり。下を広げるために浮かしたっていう感じですね。結構ミニマリストの方は宙に浮かしてる方多いですね。こんな感じで。私は湯シャンなんでシャンプー使わないんですけど、一応旦那さんが使ってるシャンプーと、これコンディショナーなんですけど、私つい最近まで、髪の毛ずっと 3,4 年ぐらいブリーチしてたんですよ。そうなんだ。この真っ黒じゃないんですね。そうなんです。すごい丁寧な暮らし系の雑誌に出そうなくらいナチュラルな方のイメージがあったんですけど、もうピンクとかオレンジとか、グリーンとかブルーとか全くイメージつかないけど、そうだからコンディショナーはないと指が通らないんですよ。もうその時の名残で。そうなんです。っていう感じ。じゃあ水回りからですね。こっからちなみにちょっとここにもなんかドアがあるな。これ何ですか？これは猫トイレ部屋になります。猫トイレ部屋。なるほどね。うんちあったらどうしようかと思ったけど、ここに猫ちゃん用の空間が。でここ実はこことつながってるんですけど、ちょっとじゃあ早速メインのじゃじゃーん。僕はここの写真をインスタグラムで見て DM してちょっと撮影をお願いしてるっていう形なんですけど、こっちにキッチンがあったり、ここにおしゃれなダイニングテーブルといろいろ、あそこにあと猫ちゃんが多分渡る用の階段とかあったりかわいい。また黒い物体はプロジェクターだったりとかするんで、突っ込みたいところちょっといろいろあるんですが、このまんま実はですね、こっちですね、ここに行くとさっきの猫ちゃんのトイレ部屋があるっていう、これってマイホーム作るにあたってこれ自分で言ったんですか？こういうふうにしてください。そうですね。ずっと猫トイレがリビングとか、目につくところに今まではずっとあったので、それがちょっと嫌だったっていうのと、あと猫たちも多分落ち着かなかったと思うんですよね、トイレする時に。なのですごいなんかね、さっきも話したんですけど、ここですね、僕感動したの。もはやこれアートの域に達してるというか何にもない真っ白い空間だからこそ、なんかこれもアートかなんかなのかなとか最初思ったんですけど実はこれ、猫ちゃんの階段っていうので、キャットステップとキャットウォーク、そうで、あそこに実は猫ちゃんが1匹寝てるらしいんですけど耳だけ見えるだけ。耳だけ見える。こんな感じで、なるほど取り付けて、一番やっぱ個性出てるのはここって思いましたね、僕は。そうですか？よかった。これ多分物が多かったら別にそんな大して際立たないというか、なんか壁についてんなぐらいな感じになると思うんですけど、こんだけ物が少ないともうこれが主役というか、これ際立つくらい、さっきアートみたいな説明しましたけど、
でもちゃんと機能性を持ってるっていうので、はい、いやすごい僕今までいろんな猫ちゃんワンちゃんがいるご家庭行ってきたんですけど、一番生活感もないしなんかおしゃれ、ちゃんとデザインとして、ね、この辺りもそうですけど機能してるっていうのが本当に素晴らしいなと思って、ね、こういうのができるのはマイホームならではの強みだなと思ったので、いいなと思いました、ね、あと気になったのが、カーテンないですね。はい、カーテンないです、ね、カーテンないと思って我が家と一緒で下は見えるようにしてるんですね、あえて。はい、多分これも予算の関係で、ちょっとでも浮かすために上だけを貼ることになったんですけど、なんか結果良かったかなって思っていて、なんかちょっとあえて光が入るのもいいですし、去年の夏に引っ越してきたので夏、この沖縄の夏をカーテンなしでいけるのかなって思ったんですけど、全然大丈夫でした。涼しかったです、普通に。全然僕も今ここにいて寒いとか全然ないので。ちなみにこれは、なんかうち例えばカーテンなし生活をするためになんかアマゾンで買った目隠しシートっていうのを上から貼ってるんですよ、賃貸で。カーテンってなんか何も考えずにカーテンはいるだろうって思って今までずっと引っ越しのたびに買ったりしてたんですけど、渋さんの見てお部屋を見てなくて生活できるんだと思って実践してる。猫の毛がカーテンの布にこうめっちゃつくんですよ。でカーテンって洗うのも面倒くさいし、洗う前にまずその猫の毛をこのコロコロで取るっていう作業も、もう本当なんかコロコロ1本使うんじゃないかっていうぐらい果てしないので、だからなんかついつい今までもカーテンのお掃除ってちゃんとやってこなかったので、ない方が全然めちゃくちゃ楽ですね。楽だし、このお部屋に僕絶対カーテン置いてほしくないですもん。なんかもうここまでおしゃれ多分一気に生活感出ちゃうからインテリアとしてこれを貫き通してほしいくらいめちゃくちゃ素敵な空間ですね。ありがとうございます。あとですね、このまんまちょっとキッチンを見させてもらうんですけど、思ったのがそのカーテンない部分もそうなんですけど、若干縁の部分茶色があったりとか、多分ここあえて、ね、白くせずにここも茶色くされてるのかなと思ったんですけど、ここがもともと和室だったんですよ。あえて白黒グレーだけにせず、そういうちょっと温かみ、面積としては少ないんですけど、ああいうところにちょっとだけ木を残して、ここと合わせるっていう感じで、キッチンもこのまま紹介しますけど、ここにも無垢が取り入れられてるっていうような、ね、これアパートメントさんと同じ、これ前僕ルームツアーで紹介させていただいた、畳ベッドのミニマリスト部屋、アパートメントさんの家にもあったやつ、林内のすごいもうミニマリスト御用達のガスコンロみたいになってますけど、これをじゃあ、使ってるんですね。でもあとはこんな感じなんだ。フライパンと、そうですね、あとそこに書類があるんだ。そうなんです。確かに収納がリビングの中ってここだけなので、ここをキッチンだけのものにしちゃうと、やっぱり行き場がないものがいくつか出てくるので、これをもうキッチンだけのものって考えずに、他のものも収納したらいいかっていう感じですね。我が家ワンルームあるあるなんですけど、我が家もそうでキッチンとリビングが一緒だから、ここにキッチンにとどまらず書類もあそこ入れてるっていう。なんか多分キッチンのものを入れるって考えると、じゃあ書類入れるために本棚が必要だとかって今までそんな頭だったんですよね。でもここに別にキッチン以外のものも入れちゃえば、本棚も捨てれるしっていう、もう数減らしてるからそこに収まるみたいな。そうですね。あとは引き出し、ここはちょっと物多いんですけど、本当すごいよく使っているものが入ってます。生活感すごい溢れるけど、でも全然収まる範囲内でって感じですね。なんかだから食器棚とかもないなと思って、この家。そうです。ここもそうですね。キッチンだけど文具とか電池とか印鑑とかもそうだし、このカイロとか湿布とかもここだし、で下はワンコ
猫ちゃんのフードとかおやつとかが入ってるもの、散歩でちょっと使ったりとかするものですね。はい、食器がここだけ、夫婦2人分の、はい、でもなんか多いなとは思うんですけど、基本的にまあ備え付けの収納に収まっている範囲内であればいいかなと、割れ物も下の位置にあるから、最悪地震とか来てもそんな大した被害にはならなさそうだなとか。で隣がゴミ箱、ここがゴミ箱になってるんだ。本当だ。すごい余白が余ってますね。一応ゴミ袋と念のためのゴキジェットっていうか、ゴキブリの出たことはないんですけど確かに出なさそう、この家ゴキブリ。じゃこっちはこっちがグラスで、グラスが多いんですよ。カフェ店員です。カフェ経営されてますからね。でも結構本当ありがたいことにこんな何もない家なのに結構お友達が遊びに来てくれるんですよ。いやだってこれ来たくなるでしょ。本当ですか？僕もわざわざ福岡から沖縄これのために来たっていうくらいなんで。ありがとうございます。あとこのまま水回りですけど、浮かしてすっきりされてますね。中は透明のやつがいいなと思って透明のを買ってます。見えるように。洗剤の色？洗剤の色も透明がいいなと思って。洗剤の色もこだわってるんで、そこを初めて見たかも。これなんかここが青かったら嫌だなと思って。確かにね、洗剤は青とか。そう、こういうなんか。はい。この色ついてないのが売ってるんですよ。はい。確かにその視点はなかったな。でそっちに電子レンジ。これニトリなんですけど、すごい安いですし。このデザインいいですね。なんかシンプルだね、シンプルなので、いいですね。ミニマリストのご家庭にすごい合いそうなデザインと、なんか機能もシンプル。めっちゃシンプルで、なんかボタンがいっぱいついてるのとかも使い切れないので、シンプルにして、これこのチーンっていう音がすっごい大きいので、ベルを外したんですよ。ベル外せるんですか？どういうこと？普通ってこうなったらチーンって言うじゃないですか。で調べたら外せるって書いてたので旦那さんにこのカバー外してもらって、本当は自転車のベルみたいなのがついてるんですよ。あれを外すだけでこの音がカチッっていうだけ。そうなんだ。それすげえすごいね。なんかそもそも嫌だなと思っても外そうって発想にならないんですよ。多分そうです、多分そこみんな我慢して使うと思うんですけど、私ここで寝るので、そうだ。朝旦那がレンジを使うともうそのチーンで起きるんですよ。なるほど。でもそれが嫌で、寝室事情というかここで寝てるっていうのを含めて寝具どこにあるんだよみたいなの後で聞きますけど、なるほどね。ここ可愛いですね。チボリオーディオっていう、なんかすごいおしゃれな方のお部屋に置いてあって、それすごい調べて、そしたらここのって分かったので、ラジオが聴けるんですよね。ですごいデザインも可愛いので、ここにお気に入りのマッチしてますね。そうですね。同じこのちょっとステンレスのシルバーの色と木の色で、一個一個の物選びがちゃんと考え抜かれてるっていうので、ちなみにあそこよくよく見るとタオルは吊るしてるっていう。そうですね。なんかここにあるのがあんまり好きじゃないなと思って。わかります。結構ミニマリストの方はこういうふうに上になんか吊るしてる方多いですね。水滴が落ちても。そうですね。キッチンマットとかももう全然何もないので、ここで手を拭いて下びちゃびちゃになるよりは、こっちの方がささっと拭けるので。っていう感じのキッチン。あとキッチンとこのままダイニングテーブルすぐ近いのもなんかサーブしやすそう。そうですね。作りながらちょっと狭くなってきたらこっちにパッて置いたりってできるので。ただのテーブル、ご飯食べるだけじゃなくて作業台にもなるっていう感じですね。この動線めっちゃいいですね。ここっていうのでワンちゃんがここでソファーがあって、サイドテーブル兼スツール、これ高さ的にそっちの椅子と一緒なので、友達が来て椅子足りない時はこれ持って行って、これ軽いんですよ。本当だ。じゃあごめんね。本当だ。高さが一緒。これで全然対応できますね。本当だ。100キロまで大丈夫なそうで。すご。この使い方めっちゃいいですね。両方いけるっていう。全部
軽いっていうか全部動かせれるので、こうやってなんかマットをこっちつけて広々使ってこうもできるし、すげえ。なんか本当だ、こうやってこうなるんだ。足入れて、こうやってめっちゃいい。本読んだりとかもできるし、でしかもあそこにプロジェクターがあるから、映像鑑賞もはかどるっていう、このケーブル配線ちょっとどうなってるんだろうっていうのは、僕プロジェクター我が家の壁に埋め込んでたりしますけどそこに犬がなるほど、ここにプーちゃんもいます。ここ通れるんだ。怖いごめんね、なんかっていうので、ここになるほど、ここにあとこういうコロコロとか、あそこに電源コンセントを延長してって感じ。でもこのソファーの後ろにあるから全然そうですね、そんなに見えないっていうので、あと一番気になってるのはここでどうやって寝てるのかっていう。別々で寝る派なんです、うちは。旦那さんの部屋があっち。そうですね、旦那の部屋がこっちにあるんですけど、旦那はここで同じ敷布団敷いて寝てるんですけど、あっちで寝てて、私はこっちで寝てる。でこの自分の寝るためだけに一部屋を作るってなると、どうしてもここそんな広いお家じゃないので、でここを広く作ってほしい。で寝る時って寝てるだけだから、どこででも寝れるし、寝るためだけに一部屋確保しなくていいですって言って、プロジェクターで映画とかを見るために自分の部屋はなくしたんですけど、ここに布団が入ってなるほどね。さっきの玄関もそうですけど、なんか結構存在感のない場所に微妙な隙間を作っててそこにね、さっきのカバンとかもそうですけど、すごいね、ここに寝袋と枕ここに敷いて寝てます。でここが旦那さんの部屋。ちなみにここの部屋は何ですか？そこは私のクローゼットです。なるほど、クローゼット見てもいいですか？すごい狭く作ってもらったんですけど、ウォークインクローゼット、失礼します。これがまこさんのクローゼットっていうので、だいぶでもスカスカというか、いやでもまだ20着もないんじゃないかな、これ。30ぐらいですね。上にちょっと夏用の T シャツがまだ結構何枚かあるので、全部合わせて30着ぐらい、もうちょっと減らしたいですけどね。でもすごい普段使う服は綺麗に全部吊るしてあって、まこさん最初に会った時にこのシャツすごいおしゃれだなと思って。ありがとうございます。ミニマリストっぽいというか、もう本当に服はめちゃくちゃ多かったので、でもいろんな色、パステルカラーとか、全身ピンクだった時もありますので、頭もピンクでだった時もあるんですけど、行き着く先は黒でした。黒になりました。透明の収納ボックス、あれ10個はあったので、10個パンパンに入って、前はこれの長さが倍の押し入れがあったんですけど、そこにかかりきらなくって他の部屋のクローゼットにも自分の服をかけたりしてたくらいあったんですよ。衣装ケースが10個あったのがあれ1個に収まるようになり、クローゼットの半分も半分というだいぶ減らしましたね。だいぶ減らしました。多分100着とかあったんじゃないかな。全然あったと思いますそれだけあるのに、今日着る服ないっていう状態に陥ってたので、服選ぶのが多分本当におしゃれな子とかは毎日楽しいと思うんです、服を選ぶことが。でも多分私はそこまでおしゃれじゃないから選ぶことがしんどいって思ってたのかなと思って、だから今こうしたらすっごい毎日楽なので。そうなんですよ。服多い人あるあるなのが、本当にあるあるですよね。服あればあるほど着る服がないっていう。本当にそうなんです。自分に似合う服とか好きな服が分かってないから、無駄にいっぱい買っちゃうし。そうだったと思います。でここで着替えてここでこの眺めって感じですね。これは水飲みボール。これ水飲みボールと猫ちゃんの爪研ぎですね。できるだけシンプルなものを選んで買ってます。っていうのでルームツアーを見させてもらったんですけども、いや本当にいい家ですね。ありがとうございます。っていうので改めてじゃあなんでミニマリストになろうと思ったのか、そのきっかけと、で改めて物を減らしてよかったことをちょっと最後にまこさんから聞きたいと思うんですけど、じゃあきっかけを早速ちょっとお伺いしたいです。きっかけはここに引っ越してくる前のお家が賃貸で
一戸建てですね、庭付きの一戸建てを借りて、そこで店舗兼住宅っていう形で、前はそこで自分のお店もやって、そこで寝泊まりもしてっていう、まあ結構大変なんですね。家とお店が一緒っていうのはメリットもすっごいあるんですけど、ただなんかこのオンとオフがつけづらいというか、職場に住んでるっていう感覚ですね。でもまあ家賃とか抑えられるので、そこでスタートして、でありがたいことにすっごいお客様来ていただいて、忙しかったんです。で一人でなかなか回すのが難しくって、なんか日々この焦りとか不安とか、今日もお客様めっちゃ待たせちゃったなとか、反省点もすごいあってうまくいかない。それプラスこの修繕をしないといけないし、草刈りをしないといけないし、やることがもうすっごい多かったんですよね。でまあその仕事をやっててやっぱりストレスがあって、でそれプラスその家事をしないといけない。仕事で平気で10時間ぐらい、10時間2時間ぐらいかな、立ちっぱなしでずっと仕事した後に、そこから今日何食べるのか、じゃあ食材足りないから車を出してスーパーに行って買ってこないといけないとか、それを作らないといけないっていうのがもうすっごいストレスで、でもまあなんとかやってたんですけど、女性なら分かってもらえると思うんですけど、女性って毎月生理が来て、生理の前に PMS っていうものがあるんですけど、その PMS が私も一時期すっごいしんどい時があって、もう本当に自分じゃなくなる、違う人になってるっていうくらい。でも自分を抑えられない、イライラを抑えることもできないし、で旦那さんに当たってしまったり、なんかもう勝手にわーって泣いたりとか、友達に産婦人科も教えてもらって、もうこれは薬をもらいに行くしかないかもしれないと、なんとか楽になりたいと思ってたんですけど、私の場合はそのイライラの原因がすごいはっきり分かってたんですよね。仕事から来るストレスだったり、仕事終わってからの家事がしんどいとか、じゃあこの仕事と生活をやり方を何か変えれば薬飲まないでいけるかもしれない。まずは仕事の方も結構販売スタイルを変えたんですね、ガラッと。で仕事の方はそれが結構うまくいって、お客様も増えて自分自身も楽になって、で生活の方はでもその時はまだ主婦さんのこと知らなくって、まず増やすことから始めちゃったんですよ。便利グッズだったりとか、これがあったら家事楽になるんじゃないかって思って、大きいものだと冷凍庫を買ってしまったんです。その時冷蔵庫じゃなく冷凍庫があったんですね。冷凍庫、冷蔵庫はもちろんこれより大きいサイズがあったんですけど、で冷凍庫を買って、冷凍食品をたくさんストックしとけば、この仕事終わってから買い物行ったりもしなくて済むし、今日の献立を考えなくても済むし、冷凍食品ストックいっぱいにしてすごい家事楽になったって思ってたんですけど、なんかある時ふと料理することが嫌いだったわけじゃないんですよね。カフェも経営されてますし、この家もキッチンすごいこだわって作ってるなっていう意味では料理好きなんだなと思いましたし、でも普通に料理が嫌いじゃなかったはずなのになと思って、じゃあなんでご飯を用意することにすごいストレスを感じてたのかなって思うと、時間がない中でバタバタする中で料理をしないといけない、片付けをしないといけないとか、旦那さんもすごい手伝ってはくれてたんですけど、時間がないっていう中で疲れた体でそこからまだ家事をやるっていうのが嫌だったんだって気づいて、そこからなんかこの増やしたけど、冷凍庫が全ての解決策じゃないって思ったんですね。で冷凍庫を増やすんじゃなくって、時間を増やす方法はないのかなと思って、なんでこんなに私バタバタしてる中で家事をしてるんだろうと、だからストレスなんだって思って、でこの時間を増やす方法とかを多分探した時に渋さんにインスタで渋さんのお部屋を見つけることができて、そこからですね、ありがとうございます。増やすことじゃなくて減らすことで楽になれるのかもしれないっていうきっかけをもらったのが渋さんです。
ありがとうございます。なんかこの効率のいい部屋だなって思う前に、まずなんて美しい部屋に住んでる人がいるんだと思ってありがとうございます。はい。そうなんか間取りで、ちょっと住みづらそうな間取りで、普通だったら洗濯機とかなんとか隠したいとかって思うと思うんですけど、なのになんかもうドラム式のあれありきでもう本当にかっこいい部屋で美しいと思って、インテリアとか好きで今までもいろんなお部屋インスタで見るのも楽しいし、物が多いお部屋ってすごい統一感あっておしゃれなお家を見るのも好きなんです。で憧れは今でもあるんです。なんか好きなものに囲まれて暮らしてる人たちとか。でもやっぱりなんかシェフさんの部屋を見た時に、私が好きなのはこれだって思って、で増やすことじゃなくってシェフさんみたいな部屋にすれば確かに掃除めっちゃ楽そうと思って、もうそこからはあとは結構早かったと思います。じゃあ結構ベッド捨ててソファー捨ててとか一気に劇的に変わりたかったんですよね、多分その時、部屋だけじゃなくてこの自分のしんどさとかも一日でも早く楽になりたいって思ったので、本当に見よう見まねですよね。カーテンなしで住めるんだ、じゃあ外してみようとか、本当に最初は真似して、まずは部屋を渋さんっぽくみたいなで、渋さんの YouTube をすごい見出して、そしたらなんかこのものだけじゃなくってこの考え方とかもミニマリストなんだこの人はと思って、言ってることが全部腑に落ちるし全部納得ができると思って、ただ単に渋さんのお部屋に憧れて捨て始めたではあるんですけど、それよりもなんかこの物を減らしていくことで見栄がなくなるとか、人と比較しなくなるとか、それがどっちかっていうともうそっちに惹かれて、でもこれってすっごい難しいじゃないですか。どうしても人を羨ましいって思っちゃったり、比較してしまったり、だからなんかでもそこのやり方って難しくてなかなか慣れないから、物を減らすことでここに近づけるんだったら物減らしてみようみたいな感じでどんどん減らせたっていう感じですね。すごい。特に見栄の話でいうと、僕1冊目の本が手ぶらで生きる見栄と財布を捨てて、自由になる50の方法っていう、タイトルに見栄っていうのを入れてたりするんですけど、あれめっちゃいいタイトルだと思います。あそこで買ってる人いっぱいいると思います。僕はそういうなんかプライドは高いというか、人からよく見られたいから広い家住もたくさん物に囲まれた生活をしたらモテるかなとか、なんかお金持ちに見られそうみたいなとか、結構ハイブランドというか、結構その高い服とかも好きだったし、けど自分がそのもっとゲームしたいとか本読みたいとか旅行行きたいとか、自分のやりたいことをもっとゆとりのある時間欲しいなっていう、自分の何してる時が幸せかってことを考えたら、なんか人によく見られたいってことよりも自分のやりたいこととかお金と時間を避けることだなと思ったから、だからこうミニマリストになるとこの自分の基準で何がいるかいらないかっていうのを、実は選択していく中で価値観は分かるじゃないですか。ってなると、なんか例えば他の人が広い家住んでたりとかたくさん物持っててもなんか羨ましいと思わないというか、自分はこれが好きだから幸せだからって価値基準が物を減らすことによって、はっきりしてくるから、見栄を手放せるっていうのはよく言ってるんですけど、いっぱいあるんです。物減らしてよかったこと。そのマインドが変わったみたいなところがもうこの部屋のインテリアに現れてるなっていう。よく部屋は心の土鏡みたいな言いますけど、精神状態と部屋ってリンクしてるなっていうだからこそなんかこう人生変えたいとかモヤモヤしてるとかっていう時に物を足してなんかこう効率化するんじゃなくて、減らすことで解決できることっていっぱいあるから、そうですねっていう感じでまこさんの素敵な部屋をルームツアーさせていただきました。ありがとうございました。概要欄のインスタグラムからまこさんの、部屋最新状況を見れますので、ぜひチェックしてください。よろしくお願いします。っていう感じで、他にもうちの YouTube チャンネル過去にルームツアーもやってますので、過去のルームツアーをまとめた再生リストも概要欄にまとめてるので、ぜひでは初めてでしょこういうの、YouTube でありがとうございます。